あなたの今月のガソリン代、来月の電気代、それから近所のスーパーの棚の品揃えですね。はい。今からそれらに直結する極めて現実的なお話をします。ホルムズ海峡の封鎖リスクという見出しを見て、中東の地政学リスクか、いつもの話だなとニュースをスキップしようとしたあなた。ちょっと待っていただきたいですね。そうなんです。今回のディープダイブでは、この一見遠く思える2026年現在の事象が、私たちの生活基盤、ひいてはグローバルサプライチェーン全体をいかに根底から揺るがす可能性があるのかを徹底的に掘り下げていきます。今回分析するソースには、最新の地政学的なリスク評価とか、過去のエネルギー危機における経済の歴史的データが含まれています。はい。それに加えて、現在、つまり2026年3月の最新の国際情勢レポートですね。これらを複合的に読み解くことで、単なるヘッドラインの枠を超えた非常にシビアな経済シナリオが見えてくるんです。そうですね。今回の私たちのミッションは、半世紀前のデータと現在の状況をつなぎ合わせて、構造的なリスクを浮き彫りにすることです。そして今日、この解説を聞いたあなたが、マクロな危機に対してミクロな視点で具体的にどう備えるべきか、そのアクションプランを導き出すことです。まさにそこが一番重要ですね。はい。ただ、本編に入る前に一つ非常に重要な面積事項をお伝えさせてください。ここは明確にしておく必要がありますね。今回のソースの中には、2026年現在の情勢として、アメリカによるイランの核施設への空爆ですとか、イラン議会における海峡封鎖の呼びかけといった、極めて政治的かつ軍事的な事象が含まれています。そうですね。私たちホストは、これらの国際的な紛争や各国の政治的立場に対して、いかなる側を支持することも非難することもありません。はい。特定のイデオロギーや政治的立場に寄する意図は一切ないということですね。その通りです。今回お伝えするのは、あくまで提供されたソースの記述に基づいた事実の推移と、それが日本や世界経済にどういう影響をもたらすかという客観的な分析のみです。その点をご理解いただいた上で、一緒に深く潜っていきましょう。了解しました。では、感情やイデオロギーを排してデータと歴史が示す事実を冷静に見つめていきましょうか。よし、この問題を紐解いていきましょう。まずはデータから歴史を少し振り返りたいと思います。はい。今から約50年前、1973年のオイルショックですね。トイレットペーパーの買い占め騒動なんかはあなたもよくご存知かと思うんですが。有名な話ですよね。でも、ソースのデータを読み込んでいくと、パニックの裏にあったある事実に気づかされるんです。ここで非常に興味深いのは、1973年のパニック当時、実はホルムズ海峡は物理的に封鎖されていなかったという事実なんですよ。そうなんですよね。私もソースの歴史的データを見て驚いたんですが、機雷が裂かれたわけでも、タンカーが沈められたわけでもないんです。産油国側が輸出を制限すると宣言しただけでしたよね。そうです。たったそれだけで、日本のガソリン価格は1年で約2倍に暴騰しました。これは実際の供給停止という物理的ダメージよりも、手に入らなくなるかもしれないという市場の恐怖心理がいかに凄まじいインフレを引き起こすかを示しているんです。恐怖だけで2倍ですからね。はい。そして言葉だけでなく、実際に物理的な危機が迫ったのが1980年のイラン・イラク戦争です。あの時ですね。この時、ホルムズ海峡は実質的に機能不全に陥りまして、日本の原油輸入量は一時的に3割以上も減少しました。当時の日本経済がいかに混乱したかはデータが序筆に物語っています。3割減っただけでも大混乱だったわけですが、問題は現在ですよね。そうなんです。2026年現在、日本が輸入する原油の約9割がこのホルムズ海峡を通過しているんです。9割ってちょっと異常とも言える依存度じゃないですか。おっしゃる通りです。でも少し意地悪な見方をさせてもらうと、アメリカの第5艦隊がバーレーンに駐留していますし、同盟国の海軍力もあの海域には集結していますよね。はい、もちろんです。イランが封鎖すると宣言したところで、現実的に長期間の完全な封鎖なんて軍事的に不可能なんじゃないでしょうか。それは非常に鋭い指摘ですね。確かに軍事的な意味での完全封鎖を何ヶ月も維持することは、現在のアメリカの軍事力を考えれば難しいでしょう。ですよね。しかし、経済的な封鎖は全く別の話なんですよ。海峡周辺で数発のミサイルが撃たれたり、タンカーが一隻でも拿捕されたりすれば、ロイズなどの保険市場はどう反応すると思いますか？なるほど。
タンカーの船舶保険の掛け金がそれこそ天文学的な数字に跳ね上がるわけですね。その通りです。主主はリスクを恐れて海峡への侵入を拒否します。物理的に航行可能かどうかではなくて、商業的に採算が合わなくなることで実質的な封鎖状態が完成してしまうんです。いやー、恐ろしいメカニズムですね。それに、原油はガソリンを作るためだけのものではありません。電力、プラスチック製品、さらにはグローバルな物流網そのものを動かす血液ですからね。はい。これが止まるということは、単にエネルギー価格が上がるという次元の話ではないんですよ。ここからが本当に面白いところなんです。過去の歴史と現代の経済的な脆さを踏まえた上で、じゃあ今この2026年に何が起きているのか。ソースの最新レポートによれば、アメリカによるイランの核施設への空爆が実行され、それを受けてイラン議会ではホルムズ海峡を即時封鎖すべきだという強硬論が公然と上がっていますよね。そうですね。これまでも封鎖するぞという外交カードとしての脅しは何度もありましたけど、ソースの分析では今回はフェーズが違うと警告していますよね。はい。今回のイランの動きを分析する上では、ソースは行動経済学のプロスペクト理論を引用しています。プロスペクト理論ですか？人間は利益を得る場面ではリスクを回避しようとしますが、損失を抱え込んでいる、あるいは追い詰められている場面では、損失を取り戻すために極端にリスクの高い選択をする傾向があるという理論です。なるほど。これが国家の意思決定にも見事に当てはまるんです。ということは、通常の平時であればイランにとってもホルムズ海峡の封鎖は自国の原油輸出の首を絞める自殺行為だけれども、核施設を攻撃されて国家的な威信と安全保障が根本から脅かされている今の状況は、まさに巨大な損失の領域にいるということですね。まさにそれです。地政学的にも経済的にも追い詰められた彼らにとって、海峡封鎖は世界経済全体を人質に取る最後のカードなんですよ。もう平時の合理的な計算式は通用しないと。そうなんです。自暴自棄ともいえるリスクテイクに踏み切る土壌が過去のどの時点よりも整ってしまっていると分析されています。非常に危険な状態ですね。これを全体像に結びつけて考えてみると、市場のスマートマネー、つまり機関投資家やヘッジファンドたちは、すでにこの最悪のシナリオを確率論として織り込み始めているんです。ソースにも具体的な資金移動の動きが書かれていましたね。手表なパニックにはなっていませんが、原油関連株やゴールドなどの実物資産が静かに買われている。それにサプライチェーンの迂回を見越した海運株もそうですし、日本の代表的な資源開発会社であるインペックスの株価にもすでに明確な上昇トレンドが見られますよね。その通りです。市場はこれが単なるブラフではない可能性にベットし始めているんです。知恵のある投資家は、ニュースがヘッドラインを飾って大衆がパニックになる前に資産をヘッジするポジションを構築しています。ではこれは一体何を意味するのか、少しマクロな視点から私たちの家計や経済基盤にどう影響するのかを解き明かしていきましょう。もし本当にホルムズ海峡が実質的に封鎖されて原油の9割へのアクセスが断たれた場合、経済にはどのような連鎖的な崩壊、カスケード効果が起きるんでしょうか？ソースの試算によれば、原油輸入が長期間途絶えた場合、日本の GDP は最大で 6% から 8% 押し下げられる可能性があります。6から 8% のマイナスですか。リスナーのあなたも記憶にあるかもしれませんが、世界的な金融システムが崩壊しかけた2008年のリーマンショックでさえ、日本の GDP の落ち込みは約 5% でしたよね。そうですね。それを超えるダメージということですか？リーマンショックは金融セクターから実際経済への波及でしたが、今回は実際経済の血液そのものが止まる物理的なショックです。物理的に物が動かなくなるわけですね。現代のジャストインタイム方式に最適化されたグローバルサプライチェーンは極限まで無駄を削り落としていますから、一度ボトルネックが詰まると連鎖的に機能不全を起こします。なるほど。企業の倒産件数は激増し、スタグフレーション、つまり深刻な不況と猛烈な物価高が同時に進行する事態になります。単にガソリンが高くなるという話ではなくて、あなたの勤めている会社の業績が悪くなって雇用が脅かされるレベルのシステミックリスクだということですね。まさにその通りです。その上でミクロな家計への直撃を数字で見てみましょう。現在1リットル175円前後で推移しているガソリンは250円から300円台への高騰が想定されます。車通勤の方なら月1万円以上の負担増ですね。かなり痛い出費になりますね。また
発電の多くを LNG や石炭、そして石油などの化石燃料に依存している日本において、エネルギーミックスのバランスが崩れれば、電気代も少なくとも1割から2割、あるいはそれ以上跳ね上がります。初任家族で月に5000円から1万円飛んでいく計算です。そして、私たちが決して見落としてはならないのが、食への影響です。食ですか？ええ。現代の農業は、事実上、石油を食べていると言っても過言ではありませんからね。農機具を動かす燃料だけじゃないですよね。化学肥料の製造には天然ガスや石油が不可欠ですし、農薬も石油化学製品です。そうなんです。それを全国のスーパーへ運ぶ物流網も、冷蔵保存するシステムもすべて石油で動いている。はい。1973年のオイルショックのデータを見ると、日本の食料品物価はたった1年で約 30% も上昇しました。30%。もし現代で同じことが起きれば、初任家族の食費の負担増は月に1万円から2万円、年間で数十万円規模に上る恐れがあります。GDP の急減による所得の低下と、エネルギーや食料価格の暴騰。これがホルムズ海峡封鎖がもたらす現実なんですね。これは重要な問いを投げかけています。では、私たちはこのマクロな嵐に対して、ただ打ちひしがれるしかない無力な存在なのかと。もちろん答えはノーですね。機関投資家がリスクをヘッジしているように、私たち個人にも歴史のデータから導き出された備えのロジックがあります。はい。ソースが示しているのは単なるサバイバル術ではなくて、制度的、構造的な防衛策なんですよね。ええ。第一のロジックは、エネルギーコストの固定化です。固定化。これは、インフレの波をもろに受けないための防波堤を作る作業ですね。もし持ち家であれば、太陽光パネルや蓄電池の導入は、もはや環境配慮の観点だけでなく、強力な経済的ヘッジになります。なるほど。また、電気料金の契約プランを変動の少ない長期固定プランに見直すなど、価格弾力性を個人レベルで下げる工夫が求められます。今日からできることですね。次に、食料や日用品のサプライチェーン分断への備えです。リスナーの皆さんは、ローリングストックという言葉自体はすでにご存知だと思いますが。普段使うものを少し多めに持ち回す情報ですね。はい。ここで重要なのは、パニック買いをしないというモラルの話だけではありません。そうですね。パニックが起きた最初の数週間、物流が最も混乱して価格が不当に跳ね上がる期間を市場に参加せずにやり過ごすためのバッファーを持つという経済合理性の問題ですよね。まさにその通りです。市場が非合理的なパニックに陥っているときに、そこに参加しなくて済むという選択肢を持てること自体が最大の防衛になるんです。3週間分の生活を担保できればかなり違います。そして第3のロジックが実物資産へのシフトですね。これは先ほどの機関投資家の動きを個人のポートフォリオに応用するアプローチです。はい。有事の際、現金という法定通貨の価値はインフレによって相対的に目減りします。ですから、資産の一定割合をインフレに強いゴールドなどの貴金属や供給網の再構築で恩恵を受ける海運株に分散するを、あるいはエネルギー関連のコモディティや株式ですね。支出が増える分を資産価値のバリューアップで相殺するという非常に理にかなったヘッジ戦略です。常に世界情勢を追っているあなたなら、こうしたマクロ経済のシフトに対してパニックではなく準備で対抗することがいかに重要かすでにご理解いただいていると思います。はい。歴史を知り、すでに気づいた側の人間として知っているか知らないか、そして今日行動するか明日へ先延ばしにするか、そのわずかな差が有事における決定的な生存力の差となって現れます。人間の不安というのは本質的に見えないもの、理解できない構造に対する恐怖から生まれます。世界経済のボトルネックがどこにあり、それが自分の生活にどう直結しているのか、そのメカニズムを解像度高く理解していれば、不測の事態にも冷徹に、そして合理的に対処できるはずなんです。不安は情報の不足から来る。構造が分かれば人は動ける。本当にそうですね。はい。今回のソースの中で、1973年のオイルショックの真っ只中、当時の田中角栄首相が残した言葉が引用されていました。資源のない国が生き残るには知恵と備えしかない。いやー、半世紀という時間が経ち、これだけ社会が高度化しても、この原則は全く色褪せていませんね。むしろ、複雑に絡み合った現代だからこそ、より深く刺さる言葉です。さて、今回のディープダイブの最後に、あなたに一つ思考を広げるための問いを投げかけたいと思います。はい。
1973年や1980年当時、日本の最大の弱点は物理的な石油でした。しかし、あらゆるものがデジタル化され、クラウドでつながり、国境を越えたサプライチェーンが数ミリ単位の精度で最適化されているこの2026年現在、私たちが9割依存しているにもかかわらず、普段は意識すらしていない見えないボトルネックは果たして中東の石油だけでしょうか。なるほど。今夜ご自身の家の中、あるいは仕事のプロセスを見回ってみてください。通信インフラ、特定の半導体、あるいは海外のデータセンター、あなたの生活やビジネスの基盤をギリギリのところで支えているたった一本の線が突然切れた時、あなたはどうやってその危機を回避し、大切な家族を守りますか？リスクの形は時代とともに進化していますからね。常に複数のシナリオを想定しておくことが、知恵と備えの第一歩ですね。ぜひご自身なりの現代のボトルネックを探してみてください。まだまだ掘り下げるべきテーマは尽きませんね。そうですね。語り尽くせないです。次回は今回少し触れた資産防衛の側面にさらに深くフォーカスします。有事に強いポートフォリオの再構築と題して、インフレとサプライチェーン分断の時代における具体的なヘッジ戦略を徹底解説していきます。はい、ご期待ください。それでは今回のディープダイブはこの辺で。あなたの知恵と備えが予測不能な未来を切り開く力になりますように。聞いていただきありがとうございました。ありがとうございました。